やばい、来ちゃったよ。線虫1匹目。ここに針を入れます。よし。乗った乗った。これまんまなんじゃん。用意最高のが来ましたね。ルル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 
皆さんこんにちは、杉田千尋です。社長です。おはようございます。今日は東京都品川の釣り宿岩田さんから今が旬のマゴチ釣りに挑戦します。本日はバリバスカップ2025マゴチ釣り大会ということで、餌はね、サイマキ、エビの餌での釣りになるんですけれども、最近はね結構両型も上がっているし、数も釣れているということなので、なんとか大きい1本取れるように頑張っていきたいと思います。社長は選手として出場しまして、私はねアンバサダーとして皆さんの釣れた様子をインタビューしたりとかもしていきたいと思いますので、今のマゴチ釣りがどんな感じなのか今日は皆さんにお届けします。仕掛けははやぶささんのマゴチ仕掛けエビ用を使っていきます。重りは20号の指定がありますので、バランスシンカーの20号を使っていきます。本日のタックルはロッドがエキサイトゲームの 73M180、リールはステファーの SS100HG、 PE ラインはバリバス船 PE の 1.5 号を使っていきます。はい、ポイントに到着しました。ポイントまでは約1時間ぐらいで到着したんですけれども、今回のバリバスカップマゴチ釣り大会のルールとしましては、1人1本竿で餌に限るサイマキ餌を使って釣りをするっていうルールになっています。で、マゴチの全長を測って競う大会となっておりますので、長さ勝負ですね。全部で5隻出しの約100名の大会となっております。まずは船でね1位にならないといけないと。で、船で1位になったらもう1位から5位までは確定っていう形になります。今7時45分なんですけど、8時になりましたら競技がスタートします。雨がすごくて思ってたよりも土砂降りです。ちょっと過酷な大会になりそうですね。サイマキの餌付けやっていきます。まず角を折るんですけれども、手でやるとちょっと私は難しいので、このハサミで切っちゃうんですけど、目のところまでパチッと切ってあげます。そうするとここ目と目の間にくぼみができます。で、エビを裏返します。そうするとですね、よく見るとここの部分が口なんですけど、ここに針を入れます。こういう感じで持ってあげて、間に入れて、口にちょうどね針が入ります。刺してあげて、よいしょ。そのまま本当にちょうど真ん中のところから出してあげるような、これで今綺麗に刺さりました。こんなイメージでやってあげるといいと思います。真ん中に刺さってて、反対側はこんな感じ。はい、お待ちさまでした。どうぞやってください。はい、それでは釣りスタートです。よいしょ。いってらっしゃい。水深はだいたい20メーターぐらいですかね。そこに着いたら1メーター分上げて待ちます。着いたら1メーター。今日はねこんな天気なので、基本的には置き竿作戦で、仕掛けが竿を置き竿にした状態で着底したら糸吹きを取って、そこから1メーター巻き上げて当たりを待つっていう方法でやっていきたいと思います。底取りは結構ねちゃんと頻繁にやった方がいいと思うんで、だいたい最初は3分に1回ぐらいでやっていきたいと思います。で、あんまりにも当たりがないようだったらちょっとエビの様子を確かめて、で生きてるようだったらまた落とす。で、あんまりね上げたり下げたりするとエビが弱っちゃうんで、基本的にはおとなしくやっていきます。竿を持ちたくなっちゃうんだけど、暇だな。基本的には待つ釣りなんで、一匹をでかけに行く。それでは始めましょうか。お待ちください。上げるときに早く巻くとエビが死んじゃうんで、ちょっとゆっくり上げてあげます。あ、泳いどる。誰も当たってないな。ちょっと厳しいのかな。でも別に舵釣りじゃないんでね、ワンチャンスをものにできれば勝ちです。はい、どうぞ。次こそ
エビがあまりにもさ有意義に泳ぐから4回5回投入してると愛着が。今釣り始まってだいたい1時間ぐらい経ったんですけれども、まだ線中でマゴチは上がってません。どうしたもんか。確かにピンって当たりは出てる人はいるのかもしれないね。でもその後続かない。ちょっと待ってください。7？いい流しがあったんですかね。だってさ、あそこに南がいてさ、こことここの差なわけでしょ。はい、どうぞ。ちょっとポイントを移動してきました。次できっと釣れるはず。2時間が経過してしまいました。動画にならんだ。船ではまだ1匹もマゴチが上がっていません。当たりがね、欲しいですね。あ、やばい、来ちゃったな。うわ、なんでだよ。なんでだよ。大きそうで出ちゃった。ありがとうありがとうございます。浮き竿で回収のタイミングで食ってた。なんとも言えない。線中1匹目。あ、これゼロがこうしたよね。あ、53センチ。53センチのマゴチが釣れました。あ、来た。お、上に行こう。やってきた。釣れた。上がりましたよ、船で。おめでとうございます。マゴチ釣りはよくやられるんですか？あ、今季はじゃあ何回目ですか4回目、今日で5ですかね。あ、じゃあもうベテランですね。今どうやって釣ったのかちょっとよかったらコツを。北尾コーチです。棚はそこから1メーター上げてる。そうですね、もう1メータービタビタで合わせて僕です。過ぎた過ぎた。当たってるよ。おめでとうございます。YouTube の撮影大丈夫です。あ、もしかしたら投入してからで全然大丈夫です。お、上がりましたね。本当に同じもう反対側でね、上がるんですね。マゴチ釣りはよく行かれるんですか？釣っちゃったよ。呼んだのに。そんなお兄さんが今魚抜いちゃいましたからね。意図せず置き竿で2匹目、社長が上げてくれまして、2匹目がでもずっとさっきから仕掛けをそこに置いて1メーターの棚で待ってるだけです。今船中で一気に2枚上がったんですけれども、1人の方は置き竿で、もう1人の方はほぼベタ底付近で狙ってるって言ってました。おー、やった、おー、いいサイズ。やりましたね。おめでとうございます。いい感じ、いい感じ。当たり出せたんですけど、合わせのタイミングが難しくて、1メーター上げて、ちょっと竿先を下げてたら、当たりが合わせちゃいました。かわいい。なんか親子のような、喧嘩すんの。よしよし。あれこれ違うかな。あ、巻きすぎた。お、釣れた。おお。やっと釣れました。1匹目。置き竿で全然今日釣れますね。社長も待ってたのは1メーター上ですか？70センチ。はい。40を超えてるかな。42ぐらいはありそうですね。繰り返しして今3時間ぐらい経ったんですけど、急にバタバタっと船内で釣れ出しました。ここからがチャンスタイムなんでしょうか。今日タックルを選ぶときに73調子だいたい2メーターぐらいの差がいいっていうのは分かってたんですけど、硬さどうしようかなって悩んだんですけど、M の硬さにして、ちょっとちゃんとこうしなり出してくれるけどそんなに柔らかすぎないっていうのがちょうどいいのかなと思ってやってみたところ、結構ね今置き竿にしてもしっかり竿先も当たりがあったら動いてくれますし、
しい魚買ったらこう入ってくれるっていう感じですごくやりやすいです。合ってると思います。セオリー的にはこう 1.5 メーターの仕掛けだったら、ちょうど斜めに入っていって潮が流れてだいたい1メーターぐらい上げてあげるとちょうどそこのところにエビが来てこうわさわさと泳いでいくっていうイメージなんですけど、今日全然ね潮が流れてないんで、なんでもうちょっと1メーターよりも下に70センチぐらいにして待ってあげるとちょうどいいのかなっていう感じでさっきから当たりが出てます。またまたヒット。ナイスです。あ、さっきよりもサイズアップ。これ今多分船中で一番大きい気がします。どうだろう、測ってもらって。何センチでした？ 50です。おー、おめでとうございます。初孫ち。あ、初ですか？今は上下にして、で下に落として引きずった感じでこうってきます。おめでとうございます。ありがとうございます。で1匹150円ですよね。なので10でお願いします。ありがとうございます。10で、はい。はい、ありがとうございます。怪しい怪しい1。何？当たってる？これなんだ？お。あれ？絶対取られたじゃん、エビ。さよなら150円。1匹100円じゃないんだ。150円ですよ。値上がりしましたな。物価高なんで。あ今は釣り開始して3時間半ぐらいですかね。船中では3分の1ぐらいの人がマゴチを連れてて、一番釣ってる人で2匹っていう感じですね。来たよ。え？あれ？来てるよね。今これ当たり？あ、当たってるよ。もうちょいかな。もう。合わせが難しいね。すいません、このマゴチ釣りは合わせるタイミングはどこで合わせるのが正解なんですかね？運なんですけど、もう特に主張聞かない。はっきりと勝負したと。もうしっかり最初から言っちゃった方が。香港言うんだったらライン出しますし、言わないんだったらちょっと聞いてあげて、本あたりを出すのが駆け引きだったらと思います。なるほど。ちょっと攻めないと難しいってことですね。そういう方がいいと思います。待ってて2つよりから多分もう7、8秒ぐらいで勝負してる。勝負の日ですね。ありがとうございます。今日はね、7、8秒ぐらいでもうね、コンコンコンって当たりだったら、ちょっとライン出してあげた方がいいし、グッて一瞬でも入るんだったらもうそれで合わしちゃった方がいいって。今日はちょっと難しい。判断のタイミングをもう7、8秒ぐらいで決めちゃった方がいいっていうことでした。待ってても、こういう状況の時はなかなか勝手にかかってくれるっていうのはないそうですね。なんか、さっきたまたまかかってたけど。年に1回やるかやらないかの釣りだから。むずいぜ。いる。よし。乗った来ました。いいサイズいいサイズだ。今のはもうちゃんとかけたよ。下ろし上げしてた段階でちょっとこうなったんだよ。アクションあった。してピッてやったんだよ。何にもなかったんだよ。竿を下げたんだよ。何にもなかったんだよ。ちょっと上げたんだよ。いいじゃん。グッとなったからそのまま待ったら3回目来たら行こうと思って。これまんまなんだよ。用意最高のが来ましたね。ある50ギリ。とないぐらい。ギリ。はい。あ、でもあるかも。なんで社長はどうして当たりが出るんだろうな。だからまめにやってるから今。で、まめな底取りが大事っていうこと。そうだね。で、あんま底すぎると結局わかんないんだよ。これで終わるから、これだけを見ていて。おめでとうございます。でも今日の一匹はすごい価値ある感じですよね。ゆっくり上に誘ってゆっくり落としてまたなんか差し上げたら来ました。ちょっと動かすのも有効な感じだ。まあ多分そうなのかもしれないですね。
おめでとうございます。いいなーと思いながらやっと取れてよかった。寒かったですもんね。震えながら取ってた。今はキュンってきたから弱かったので、1分ぐらい待ったかもしれない。結構待ったんですね。マゴチの当たりは初めてだったかもしれない。イカとか、違う魚だった。ワンチャンスものにしておめでとうございます。ありがとうございます。嬉しいですね。ラスト1時間です。なんとか数を伸ばしたいところです。なんか釣れちゃった板自分でかけたいですね。わあ、いいサイズのですね。ダメですね。毎回。今はどんな感じで釣れたんですか？今ちょっと一回落とし込みとか棚掘り出しして早めでしたね。わかりました。おめでとうございます。よかったです。さっきちょっとインタビューした時に聞き忘れちゃったことがあるんですけど、このマゴチ釣りの魅力ってどんなところなんですか？絶対これかかるやろってこのフッキングかからなかったりとか、逆にこれでもうかかんのみたいなところでかかったりとか、ゲーム性のところが面白いかな。なるほど。ちなみにどうやって食べるのが一番好きですか？僕はもう刺身とかですね。前半は結構置き竿で誘いなく本当にじっと待ってる方が当たりが出てる人が多かった印象なんですけど、後半は結構ね仕掛け上下させたり棚をね心配に取ってる人が当たり出してるっていうような印象です。なんでちょっとね時間でその当たりの出方っていうのは変わってくるのかなと思います。そうね、だから社長はちゃんとフッキングをしたシーンがあるのでだからこの釣りの醍醐味はフッキングっていうのもあるんだよね。いつかけるか。だからやっぱり勝手に飲んじゃったってあんまないから、ちゃんとフッキングしないとかからない釣り。それが醍醐味じゃない。当たった。いるいる。最追か。早いなぁ。いないね。あ、でもなんかこれ変だな。さっきまで元気だったエビちゃんがギロチンの件そういうこと言っちゃダメだ。違うかもね。違う気がする。だってスパってマゴチさんはこんなスパってできないよ。それあいつ口から食うんじゃないの？あれ。なんかいる？なんか乗った。イカじゃないイカ。タコ。軟体系はちょっとすくうのが至難の技ですねこれ。ということで釣り終了です。お疲れ様でした。社長兼漁師です。40、ここら辺微妙なライン、49.8。これ微妙なラインだから本当にきっちり測らない。50ぴったりだね。50.0。はい。あ、おめでとうございます。ありがとうございます。賞入ってるかしら。お疲れ様でした。この雨なので、なるべく早く、楽しく、優しく終わらせていきたいと思います。よろしくお願いします。前半はちょっと厳しい状況かななんて思ったんですけれども、後半にかけて結構当たりが増えていて、全体的には厳しいながらも、マゴチ釣り大会としてはいい状況だったんじゃないかなと思います。それでは発表させていただきます。総合優勝、吉野家15号線にご乗船の64.5点です。おめでとうございます。皆さん、お願いします。今回マゴチは3日間熟成させてたたきにしました。梅肉でポン酢でいただきます。旨味がすごいあって美味しい。フグとかとはちょっとまた違って柔らかさもありつつ、熟成させたことで旨味も出てきてて、この梅のさっぱり感と合わさるとすごい美味しい。マジでうまい。江戸前の魚って感じ。ご視聴ありがとうございます。ちーちゃんフィッシングクラブでは関東メインフィールドに日本全国四季折々の船釣りを発信しております。この動画が面白い、また見たいと思ったらグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。インスタグラム、フェイスブック、ツイッターもやっておりますので、そちらもチェックしてみてください。また釣り場でお会いしましょう。またねー。